こんにちはったらこんにちは。出雲です。世に寒くなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか？最近我が家は早々のフリーレンにハマってまして、家族で毎週楽しみにしてるんですけど、先週の放送でドワーフのアイゼンがシュタルクの誕生日にでっかいハンバーグを作ってあげるというシーンがあって、美味しそう。娘ちゃんが試験終わったばっかりだし、お疲れ様ってことで作ってみるか。というノリで、初めてのハンバーグにチャレンジしてみました。もちろんキッチンで作るのではなく、外でやりました。炭火で作ると、大体何でも3割増しで美味しくなりますからね。では調理の様子をご覧ください。はい。ではですね、まずは仕込みからやっていきます。玉ねぎはですね、2分の1個使います。火が通りやすいようにですね、なるべく深く刻んでいきます。ちょっと刻み方失敗してますね。包丁の入れる向きを間違えてます。はい。なので、この後刻むのにちょっと苦労することになります。しょうがないんで、包丁でタンタンと刻んでいきました。で、刻んだ玉ねぎをですね、ボウルに入れて、電子レンジで加熱します。フライパンで炒めてもいいんですけど、この方が手っ取り早いので。で、水分を飛ばした後、塩コショウを適量入れます。で、ニンニクですね、少し多めに入れました。ニンニク好きなんでね、うちみんな。で、コンソメですね。顆粒があればそれでいいんですけど、なかったので削ってます。で、卵の黄身を1個入れました。白身は使いません。で、塩でですね、ちょっと味を整えます。と言いつつですね、結構入れちゃいました。下味はね、濃いめにつけといた方が美味しい気がします。で、生姜をですね、風味付けでちょっと入れました。あと、和風になる感じですね。で、醤油を入れてます。混ぜまして、でここでひき肉登場ですね。4人前 400g 突っ込みます。火に。で、これヘラで混ざるかなと思ったんですけど、当然混ざらず、手袋をした手で混ぜていきます。このね、グニグニとした感触が結構気持ちいいんですけど、で、適当にですね、照りが出てきたところで、混ぜるのをやめます。で、形をですね、作っていきます。で、スキレットの直径が16センチぐらいなので、それに合わせて丸く形を整えていきます。で、いい感じですかね。はい。で、スキレットサイズでなりました。で、真ん中をですね、少しへこませてあります。後で縮んでくるんでね、押しておかないと、なんかまん丸になっちゃいます。で、仕込みは終了しましたので、焼きに行きます。で、またですね、アルコールバーナーに火をつけて、炭への着火を行います。アルコールバーナーね、ちょっとずつ改良してて、割といい感じになってきたんですけど、またどっかで紹介できればなと思います。で、12時40分ぐらいですね。スキレットをコンロに乗せました。で、油を引いてですね、スキレットが十分温まってくると、勝手に油が広がってくるので、それ辺を目安にして、スキレットを温めていきます。で、しばし待ちまして、10分弱ですね、待ったんですね。で、油が十分広がったので、スキレットくるくる回してはしたんですけど、十分広がったところで、一方を乗っけます。ね、これ見た瞬間に、やばいなと思いました。火が通るかなとかですね、ひっくり返せるかなとか、いろいろ不安になる絵面ですよね、これ。ダメかもしれんとこの時思いました。
で、火が通りにくいんでね、アルミホイルをウィンドシールドにかぶせて、しばらく待ってみたんですけど、15分ぐらいでね、だいたいこれぐらいになったので、ちょっとほっと一息というところで、これぐらい火が通ってればひっくり返せるだろうと、一旦お皿の上に上げてですね、で、状態でもう一遍スキレットにひっくり返しておけました。ちょっとお皿に比べてね、肉のサイズが飛んでますよね。またですね、アルミホイルをかぶせて、しばし待ちました。で、肉汁がですね、結構出てきて、グツグツに立った感じになってます。で、なんだかんだでトータル1時間弱ぐらいですね、焼きを入れた後、さらに、チーズをですね、かけて仕上げていきます。で、また蓋をしてですね、ここからさらに、10分ぐらいですね、やってたんですね。なかなかチーズが溶けなくてですね、ちょっと待ってました。で、まあ、チーズができたんで、出来上がりです。室内にね、できて、ちょっと冷めるのを待ちました。お皿に乗っけて、こんな感じです。結構巨大4人前のハンバーグになります。中切ってみたんですけど、綺麗に火が通ってですね、問題なかったです。あったかいうちにと思ってみんなでつまみました。美味しかったです。はい。すごく美味しかったです。家族の大好評でした。というわけで、戦士のご褒美、アイゼンのハンバーグを作ってみました。残念ながら、アニメほどは大きくなかったんですけど、まあ、それでも通常の4倍サイズです。でも本当に美味しかったです。きっと炭火のおかげですね。まあ、そんなに難しいものでもないので、よかったらチャレンジしてみてください。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。